海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日はオープンソース AI が実際どこまで来たか数字で確かめる回です。 AI の値段3年で50分の1になったって知ってた？知ってます。しかも実力の差も今 3.3% まで縮まりました。 3.3%？ 値段は50分の1？じゃあもうオープンの勝ちじゃん。ところが実際に仕事で本番投入するかどうかではオープンの方がまだ負けています。追いついてるのに本番では負けてる？これマジ？全部見せて。そもそもこの数字ってどこが出したの？ Firefox を作る団体モジラです。しかもオープンな AI を推すという立場をはっきり示した上でこのレポートを書いています。押す側が出す数字って都合のいいところだけ並んでない？そこが意外でした。書いたモジラの最高技術責任者自身が序文でこう言い切っています。弱点を隠す主張はただの広告だと。自分が押してる側の弱点まで自分で書いちゃうんだ。はい。後半ではクローズドがまだ勝っている領域も丸ごと一生使って書いています。今日はそこも紹介します。まず 3.3% の話から聞きたい。実力差の推移を見るとスタンフォード HAI の集計で2024年1月時点は 8.04%、2024年8月には 0.5% まで縮まって一瞬ほぼ並びます。一瞬でも並んだの？2025年2月にはリープシークの R1 が一時アメリカの最上位モデルと肩を並べました。でも2026年3月にはまた 3.3% まで開き直しています。ここで当てっこです。この 3.3% コーディングと複雑な推論、どっちがもう互角になったと思いますか？推論？難しい問題ほど頑張ってそうだし。惜しい方向ですけど逆です。互角なのはコーディング、指示に従う力、それに一般知識。差が残っているのは複雑な推論と長い文脈から探し出す力、それにエージェントみたいに自分でタスクをこなす場面です。得意なところは横並びで応用の踏ん張りどころだけまだ差があるってことか。レポートの言葉を借りるとオープンで足りるかより自分の作業に何がいるかが問いだそうです。さっきの値段50分の1ってどのくらいの期間の話？ GPT-4 級の推論性能を出す値段が100万トークンあたり20ドルから 0.40 ドルまで下がりました。36ヶ月、つまり3年で50分の1です。20ドルが40セントに？じゃあ私のお小遣いも50倍の価値になったりしない？残念ながらお小遣いは変わりません。他の調べ方でも似た結果です。スタンフォード HAI の集計だと GPT3.5 級で18ヶ月で280分の1、POC AI の推計だと年9分の1から900分の1、MIT の研究だとハードウェアの進歩分を差し引いても年5分の1から10分の1。どの物差しで測っても桁違いの速さなんだね。ドットコム時代に通信帯域やパソコンの計算力が安くなった速さよりもっと速いそうです。そこまで値段が下がって実際どれくらい使われてるの？オープンルーターの集計だと2026年中頃実際に流れているトークンの量は過半数がオープンウェイト、つまり重みが公開されているモデルです。去年末はまだ3分の1でした。直近の月だと有料の上位5モデルは全部オープンウェイトでした。もうオープンが主役ってこと？数え方を分けて聞いてください。今の話はトークンの量、つまりどれだけ処理したか、呼び出しの回数で見るとクローズドのアメリカ勢がまだリードしています。オープンが伸びてるのはコーディングやエージェントみたいに1回で大量のトークンを使う重い仕事に集中してるからです。量は多いのに回数は少ない。重い仕事はオープンに寄ってる。だね。そんなに強くなってるのになんでみんな乗り換えないの？実はそこが今日一番面白いところです。モジラスラッシュデータの開発者調査、回答者1410人だと AI 機能を作る開発者の 79% がオープンモデルを使っています。クローズドは 71%、半数はオープンとクローズド両方を使っています。オープンの方が使ってる人多いんだ。でもプロジェクトが本番まで届くかで見ると逆転します。オープン 51%、クローズド 63%。 大きい会社ならお金で解決できるんじゃないの？実はできてません。企業規模が大きくなるほどクローズドは 54% から 73% まで伸びますが、オープンは 53% から 57% でほぼ横ばいです。お金や人手の問題なら大きい会社ほど埋まりそうなのにうずまらないんだ。ここが謎でした。規模でうずまらないなら犯人は他にいます。離脱理由の上位はインフラコストやセキュリティ、コンプラ、保守やデプロイの複雑さ、運用系ばかりです。能力不足は 17% でかいでした。性能より
運用の面倒くささが犯人なんだ。外中華圏や東アジアは採用率 89% とピーク。クローズドが上回るのは南米と西欧だけです。資源の問題だと思ったら、実は運用の問題だった。こういう発見を一時資料から掘り出す番組を、ここからも続けます。気になる人は登録しておくと届くよ。話はまだ折り返しなのだ。運用が大変でも、お金の面ではどっちが儲かってるの？オープンルーターの集計。2025年5月から9月では、クローズドは使用量の約 80% で、収益の約 96% を占めています。能力の差はおよそ 10% しかないのに、1回の呼び出しあたりのコストはおよそ6倍です。使用量は 80% なのに、収益は 96%？6 倍払ってる人がそんなにいるの？ナックス、ファウンデーションが依頼した研究では、この歪みで実現できていない年間の節約額をおよそ248億ドルと推計しています。それでもオープン側は育っていて、データブリックスが公表する都市換算の売上ペースは54億ドルです。ちゃんと稼げてるんだ。お金の話とは別に、持つか借りるか、の証もあるんだよね。はい。今、70以上の国が独自の AI 戦略を持っています。どの層を自国で持てるかが、その証の問いです。事例が一つあります。2026年6月、クロード、フェーブル5が発売してから3日後、ある国の輸出命令で、アンソロピックは全ての外国籍ユーザーへのアクセスを、金曜17時21分に一斉に止めざるを得ませんでした。選んで一部だけ遮断する対応ができなかったからです。レポートはアンソロピックの名前を挙げていますが、輸出規制という仕組みが提供者自身をも縛る例として、批判せず中立に扱っています。契約してるサブスクが、国の都合でいきなり止まるみたいな。発売3日後にそれ？手元にコピーがあれば話は変わります。レポートの言葉だと、提供する側はモデルを消灯できる。でも手元で動く複製は誰にも消灯できない。この持つを政策として一番大きくになっているのが中国で、クウェイは2026年2月、次に多い8組織の合計よりダウンロードが多かったそうです。ここまでの話だと、モデル自体の差はもうほぼないんだよね。じゃあなんで差がついてるの？さっき話した運用の問題の正体がまさにここです。実は今、勝負の舞台がモデルの外に移っています。ハーネスって言葉知ってる？ハーネスって犬の散歩の童話的な？イメージは近いです。モデルが車のエンジンだとすると、ハーネスは車体と運転席、エンジンだけ強くても荷物を運ぶには車体と運転する人がいるという話です。指示を組み立てるループや道具の呼び出し、記憶、権限の設定、全部ハーネスの仕事です。モデル本体の周りの仕組みってことだね。ターミナル、ベンチという評価があります。2026年5月の 2.0 では、サードパーティ製のハーネスを使うとアンソロピックの重みで 79.8%、クロード、コードという純正ハーネスだと同じ重みで 58.0%、21.8 ポイントの差がついて、ハーネスの方が重みより効くように見えました。同じモデルなのに、周りの仕組みだけで 21.8 ポイントも変わるの？ところが8週間後の 2.1 では逆転します。各ラボが自社ハーネスを作り込み直して、両方乗ってるモデル全部で、ラボ自身のハーネスが勝つようになりました。差は最上位でおよそ3ポイントまで縮んでいます。モデルがスタックを食い上がっている、とレポートは書いています。たった8週間で逆転？公式ボードの最上位にオープンは入ってないの？今のところゼロです。ただハーネスを中立に統一して比べるバルズ、愛の評価だと、能力差は数ポイント、値段の差は5倍、最強のオープンモデル GLM5.2 は、最上位モデルにおよそ4ポイントを取る程度で、コストはおよそ5分の1です。5分の1の値段でそこまで迫ってるんだ。ラボが自社ハーネスに貯めるデータは、次のモデルにも還流します。結びつきが強くなるほど、重みだけを差し替えにくくなる。最適化を追いかけた結果として、ロックインが生まれています。みんながつなぐための共通の仕組みはないの？ MCP という企画があります。月間 SDK ダウンロード9700万、動くサーバー1万以上、16ヶ月で 4750% 成長し、2025年12月に Linux、ファウンデーションのアジェンティック AI ファウンデーションへ寄贈されました。すごい伸び方だね。でも空いてる穴があります。読み取りは元に戻せますが、送金や送信、変更のような操作は元に戻せません。この2つを分けて扱う、持ち運べる権限の仕組みがまだありません。それって AI エージェントに家の鍵とハンコを一緒に渡してるってこと？近いです。確認を結局全部 OK してしまう、承認疲れが、交際という団体の脅威モデルで一番上に挙げられている問題です。クローズドなら、そのあたり安全なんじゃないの？そうとも言えません。フィルターや監視、
権限の執行は提供側の裏側の仕組みで、自前のハーネスにも実装できます。2025年には、認可の脆弱性がアンソロピック、マイクロソフト、サービスナウ、セールスフォースといったクローズド側の製品で見つかっています。NTIA という機関を制限より監視をと勧告しています。ベルの上の勝負以外にもクローズドが強い場所ってあるの？ 4 つあります。1つ目はさっきのハーネスとデータの貫入。2つ目は長い文脈での忠実性です。100万トークンの長さで複数の情報を探し出す精度がジェミニ3で 89%、ディープシーク V4、プロで 41% でした。89% と 41%、倍以上違うんだ。3つ目はターンキーのコンプライアンス SOC、ニアヒパーの認証、ゼロ保持の設定がクローズドは最初から揃っています。4つ目はアカウンタビリティ、責任を負う契約相手がいることです。AI に任せて失敗しても AI のせいにはできないの？できません。契約上、責任の所在をはっきりさせられる相手がいます。そこがクローズドの強みでもあります。この4つ、全部モデルの性能の話ってわけじゃないんだね。ここが面白いところです。コンプライアンスとアカウンタビリティは契約の問題、ハーネスは道具の問題、モデル本体の話と言えるのは長い文脈の忠実性だけです。オープンが追いつくべき相手はモデル単体より契約まで含めた完成品なんだね。そういえば中国のオープン AI を丸ごと掘り下げた動画もあったよね。概要欄にリンクを置いておくので、さっきのクエンの話が気になった人は見てみてください。まとめると、実力差は 3.3% まで縮まって、値段は50分の1。それでも本番投入では、オープンがまだ 51% 対 63% で負けています。追いついてる部分と、まだ足りない部分、両方あるんだね。このレポート、どこが一番意外だったか、よかったらコメントで教えてください。高評価とチャンネル登録もお願いします。解説はりなとミントでした。バイバイ。